ドリームミューシやドリームゴンズイをはるかに凌駕するキモさのドリームナメクジと化したドリームジャーニーに対処するためトレーナーと共に固有結界を展開することで優位を確保し最終的に死を巻くことで事なきを得るオルフェーブル。すまぬ。本来であれば妹である世だけでケリをつけねばならぬのだが。オルフェーブル。だが今は貴様の力が必要なのだ。頼む、世に力を貸してくれ。おいおいオルフェーブル、らしくないじゃないか。なんだと？それが暴君オルフェーブルの言葉か？違うだろ。暴君でありながらも圧倒的なカリスマで民草の心をつかむ存在こそ俺が使えるオルフェーブルだ。ただ力を貸せと命じればいい。俺はそれに従う。貴様。そうだろう？我が王よ。は、世としたことが進化に諭されるとはな。貴様の力、世のために存分に震え。そうそう、暴君様はそうでなくっちゃな。やっぱり頼りになる男だよ。それでオルフェーブル、実際のところこのクリーチャーは？姉上だ。なんだって？我が姉ドリームジャーニーだ。ドリームジャーニー。しかしこの姿はどう見てもナメクジだが。確かにこれまで姉上はドリームミューシやドリームゴンズイといった海洋生物にその身を変えることがあった。だが自身のトレーナーとなんやかんやあり姉上がキャパシティオーバーを起こした結果巨大ナメクジドリームナメクジと化したのだ。この姿を見るのはいつ以来であろうか。っていうか原因がジャニトレならジャニトレに対応させようよ。ならん。ダメなの？あんまり言いたくはないけど可愛げのかけらもないよ。これの相手をするのはなかなか骨が折れるというか。ならん。ぐわー。そのようなことをさせてしまってはこれまで通り姉上と接しなくなるであろうが。それって今後もドリームナメクジの対応を俺たちがしなきゃいけないってことでは？姉上には日頃から助けられておる、世の予定の管理とか。その恩に報いずして何がおうか。予定の管理の代償が巨大ナメクジ退治はさすがにバランスが取れてない気が。キモい。どうして質感の再現そんなに頑張っちゃったの？質感のクオリティ上げても誰も幸せになんねえだろ。そういえばリアルゴンズイになった時も質感キモかったよ。テクスチャがガチで今まで以上に近寄りがたいよ。もうちょっとキャラに引きつけた可愛らしいネタがあるかと思って開いたらあまりにもただの軟体生物。これが UMA 娘か。これ男性トレーナー限定すれ。それどころじゃないよ。まあいずれにせよ早急に対応しないといけないのは間違いないな。今でこそ俺たちが共同で発動させた固有結界内に閉じ込めているからいい我慢が一にでも破られてこのドリームナメクジを中等部の生徒が見たら泣いちゃうだろうし。バカを言うな。そうだよな。いくら中等部といえど中央トレセンの生徒なんだしこれくらいで泣いたりはしないよな。高等部でも泣くと言っている。あ、そっちね。なんなら大人でも泣きわめくわ。ドラクエ2で見た。なんだろうな、ドラクエ2の大ナメクジはここまで身の毛がよだつ感じはしないんだけど。あれはちょっと間抜け面だから。やっぱり気持ち悪いな。でオルフェーブルの前でこんなこと言っちゃ悪いよな。気にするでない、あれが気持ち悪くないわけあるか。オルフェーブルもそう思う？あくまでドリームナメクジがだ、ドリームジャーニーではないと心得よ。わかったよ。ともかく落ち着け、策はある。そうなの？見よ、トレセンチン生物図鑑に追記しておいたドリームナメクジの生態だ。里井貴様のことだ、これを読めば対応策も浮かぶであろう。ドリームミスジナメクジ。学名メギマテウムトリファスキアータスはウマナメクジ科に分類される陸生の腹足類の一種である。分布。白老原産の外来種であるが日本では府中やトレセン周辺で最も普通に見られるナメクジの一つになっている。マジかよ。中古は。白老って怖いところなんだね。あの世界の日本怖すぎる。待って、白老原産の外来種。北海道の中に海外があったのか。苫小牧の悪口やめろ。苫小牧。特徴。生骸の体長は140センチを超える非常に大型な種で背面の前半のみが外頭膜に覆われ生きているときはそこに波紋状のシワがある。このシワは粘液の波でできており絶えず動いているが死ぬと消える。外頭膜の前半部の目柄には楕円形の板状の白い殻があり肉を通してその存在が伺えることがある。体の後半は腹側部で縦長の細かいブロックに分かれた彫刻がある。外頭膜から腹側背面にかけて3本足の縞模様があるのが名前の由来である。
3本の縞模様があるのが名前の由来であるって。学名義マテウムトリファスキアータスとありますがラテン語でトリファスキアータスは3本の帯、縞がある、あるいは3束の3本の帯状物をつけたという意味です。これは主に生物学の学名として用いられその生物が3本の目立つ帯状の模様や縞模様を持っていることを示しています。は3月。ガチの生物クラスタの命名じゃん。生態。雑食性、複足類としては非常に動きが速く時速60キロを超えることもある。時速60キロで動く140センチくらいのナメクジって存在していていいやつじゃない。このサイズで60キロはホラー。自動車並みの速度でこんなん迫ってきたら失神するわ。繁殖行動を行うために他の虫を追い払うなどの行動が確認されているが成功した例は確認されていない。悲しい。繁殖に成功できてないのか追い払えてないのか。どっちにしろ悲しい。人間との関係。戦術の習性からコバエなどの害虫忌避のために用いられる、一部の人間には山か海かを選択させる、稀に関東重血線虫などを媒介する場合がある。山と海のどちらがいいですか？関東重血線虫なんて生き物系 YouTuber の解説でしか聞いたことないぞ。このサイズで関東重血線虫持ちは即駆除対象だろ。こっちの方が害が大きすぎる。ドリームナメクジの解説助かる。主な勝ち倉も記載しろ。ナメクジに勝ち倉なんてあるわけねえだろ。主な勝ち倉、宝塚記念、有馬記念。朝日杯フューチュリティステークスも。オルフェーブル。なんだ？このドリームナメクジって本当にオルフェーブルの姉か？もう図鑑に記載されている内容があまりにもトンチキすぎて。姉上は世の姉である、いかに貴様とて姉上のことを理解できないのもやむを得ないであろうな。だがよい、許す。ありがとう。ところで世からも問いたいことがある。え？トレーナーという人種としては早ければ何でもいいのであろう？どういう意味？普段の姿よりもナメクジの姿の方が早ければ馬娘トレーナーとしてはどう思う？せめて人型を保っていてくれないと出走許可は出せないかな。レース場をかける馬娘に混じり負けじとヌメヌメかけるナメクジ娘が。追い込みかけるタイミングをこれが後方で狙ってるの怖すぎる。逃げ馬娘はまさに必死で逃げることになる。張った後の粘液すら触るべきではないと言われる程度にはナメクジは危険生物。スリップストリーム対策かな？姉上、傾聴せよ。思い出すのだ、姉上はナメクジではない、馬娘であろうが。せめてウミウシかゴンズイがギリギリの妥協点である。そんな近くまで寄って語りかけるの？危険じゃないの？この固有結界内では我らに優位があるゆえ心配は無用である。でもやっぱりでかすぎるって。恋愛クソザコナメクジとはよく言うけどとてもそうは思えない風格があるよな。でかいと貴様は言うがいつぞや貴様がプレイしていたブラボとやらにも似たような存在がいなかったか？いや、ブラボでもこんなでかいのは見てないよ。これ狩人トレーナー前提すれ。上位者向けすぎる。スピード、スタミナ、パワー、根性、啓蒙。うわダメだ。それっぽい反応がない。こうなっては仕方ない、最終手段に打って出る。最終手段って？貴様、図鑑に記載されていたであろうが。いや、対処方法は記載されてなかったと思うけど。うつけが、ナメクジとだけ記載されていればそれが答えであろう。特使をおまけ。塩？今回のナメクジ化の原因はトレーナーから不意の甘々攻撃を食らったことが原因だ。なので対となる塩をまく。さすれば体が崩れ核である姉上がその姿を表すであろう。意外とシンプルだな。ちなみにトレーナーを誘えなかった等の理由でナメクジ化した際は逆に砂糖をまくことで対応する。なるほど、原因を把握してればそうやって適切な対応ができるんだね。そんなことでいいなら最初からそうすればよかったんじゃ。いくらドリームナメクジ化しているとはいえ姉上であることに変わりはない。手にかけることはしたくなかった。そっか。わかったのなら一思いにやれ。オッケー。ドリームジャーニー、あるべき姿に戻るんだ。うわジャニトレ。やあ、オルトレ。一つだけお前に言っておきたいことがある。なんだよ、そんな改まっちゃって。小難しいことは言わないから担当は大事にしろよ。そりゃあ当然だよ、言われるまでもないさ。ああ、わかっているならいいんだ。じゃあな。おう。
オルフェーブル、ちゃんと伝えてきたぞ。大義であった。褒めて使わす。どうも。これで多少なりとも姉上の返信回数が減ってくれればいいのだがな。ドリームジャーニーを大事にする。つまり担当同士の適切な距離感を保つ。つまりドリームジャーニーの思惑が見事に透かされる。つまりドリームジャーニーはこれからも変身しそうだな。おい。さすがに疲れた。どこか世にふさわしい店に連れて行け。じゃあスケトレがよく行く駄菓子屋にでも行くか？許す、特案内せよ。はいはい。なんでドリジャは恋に破れた程度で毎度馬娘やめるのさ。恋が実らず地方で暴れ回るファルコを思い出した。ここまで弾けるなんてさすがゴルシの親族。ある朝オルフェーブルが気がかりな夢から目覚めた時姉が一匹の巨大なナメクジに変わってしまっているのに気づいた。パニックホラーのオープニングだよ。何かの間違いでこっちの世界の池添さんがドリジャを訪ねた時だけ実馬とナメクジ入れ替わらないかな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。